毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆうちーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、NX を購入検討してみえる方の、少しでも参考になればいいかなと思いまして、夜間のアンビエントライトの雰囲気をですね、撮影してきましたので、よかったら見ていただけたらなと思います。てかですね、本題に入る前に少しちょっと小話してもいいですかね。先日ですね、ちょっと僕にね、とんだ災難が降りかかってですね、てか、ちょっと愚痴ってもいいですかね。ですね、もしかしたら初めてこの動画を見られる方はご存知でない方もいると思うんですが、今ですね、ちょっと仕事中に右足の骨を骨折しちゃいまして、現在ね、仕事をちょっと休んでる状況なんですけど、とりあえずですね、骨を固定するためにボルトとワイヤーを、3本入れる手術は無事終わったんですよね。で、それで今はギブス固定を右足にしてるんですよ。で、先日、そのギブスを交換する機会があって、病院に行って看護師さんに交換の作業をやっていただいたんですけど、その看護師さんがですね、もうめっちゃくちゃ雑な方にちょっと今回当たってしまって、本当にね、荒っぽい人で散々だったんですよ。でね、その人はね、大体見た目50代ぐらいのおばちゃん看護師さんだったんですけど、あれギブスの交換するときって、ギブス自体があれめっちゃくちゃ硬いんですよ。もうほんとカッチコチなんです。なんで、切ったりとか、もう普通のハサミとかではできないんですよ。ちょっとね、電動の大きなちょっと丸ノコみたいなやつでギブスをブイーンと切っていくんですけど、ちょっと想像つかないですよね。一応ね、参考までにね、その器具の画像は載せとこうかなと思うんですけど、で、ギブスって、その巻く人の巻き方によって、そのギブスの厚みが若干違うと。なんで、切り込みを入れていくときに、どうしてもね、皮膚の近くまで丸ノコでブイーンと切ってしまうことがあるらしいんですって。でも、そのギブスの下には、すぐに皮膚があるわけじゃなくて、皮膚の上に保護用ガーゼを巻いて、その上からギブスの包帯を巻く、ガッチガチの包帯を巻いていくんですけど、そのね、看護師さんはね、もうね、すっごい勢いで電のこバスバス入れて切っていくんですよ。で、普通ね、ギブスの厚みが人によって、人の巻き方によってわからないんだったら、最初はね、最初の電のこ入れるときは、ちょっと慎重に切ってくると思うじゃないですか、こっちは。厚み分かってないんだったら。なのに、もういきなりブインブイン電のこをね、奥まで差し込んでくるんですよ。バス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 。でね、何の確認もしないんですよ。そのウィーンって切って、ちょっとね、こじ開けて、ああ、このぐらいの厚みなんだねっていうのを確認しながらゆっくり入れていくんだったらわかるんですけど、もうね、何の確認もしないんです。もうどん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 奥までウィンウィン、ミンミン、ミンミンね、もう、木工の板をね、ノコギリで切っていくみたいな。もうね、すごいんですよ。で、それで別に痛みも何にもないんだったら全然いいんですけど、もうね、切り始めた瞬間からね、足がね、ノコギリの摩擦で、もう熱くなってて、で、看護師さんは熱かったら言ってくださいねって言われたから、ちょっと熱いんですって言ったら、看護師さんが、大丈夫ですよみたいな。このくらいはね、もう全然普通なんですみたいな。ちっちゃい子でも、平気なくらいで泣く子もいないんでって言われるから、あれと思って、なんか僕が全然我慢できない子なのかなと思ったんですよ。で、その思った矢先ですよ。いったーと思って、思わずね、処置室でね、めっちゃでっかい声出たんですよ。痛い痛い痛いみたいな。で、そしたらね、看護師さんなんて言ったと思いますその、ちょっと皮膚まで行っちゃったかもしれないね。ごめんね。みたいな。でもね、これはね、仕方がないことなんですよ。どうしてもね、ギブスのね、厚さがね、わかんないから、人によってわかんないから、どうしてもね、こう、ノコギリ入れちゃうと深くまで行っちゃうこともあるんだよね、みたいな。とかね、言ってくるんですよ。いやいやいやと、ちゃうでしょと。あなたがそんないきなり電の子をブスブス行くから確認もせずにやるからそうなるんだわとこっちは思ってですね。で、まだ手術したばっかりですし、痛みも全然あるのに、そんなね、荒っぽくやる普通と思って。で、案の定ですよ。ギブス取って見てみたら、もう思いっきり皮膚まで切れとんすよ。で、血にじんどるんですよ。でも勘弁してよと思ってですね、マジでありえんこの人と思って。で、しかもその後も謝罪もなくて、ちょっと切っちゃったね、みたいな。でもね、このぐらいなら大丈夫、大丈夫、すぐ止まるからって言ってきたんですよ。
ちょっと皆さんこれありえなくないですか？さらにですね、これでね、終わらないんですよ、彼女は。その後に、お風呂に入れないものですから、ホットタオルでね、患部をきれいに拭いてくださるんですけど、もうね、その拭き方も超絶雑なんですよ。もう例えて言うならですね、洗いたてのゴールデンレトリバーわかります？もうびっちゃびちゃの、毛がびっちゃびちゃの状態のゴールデンレトリバー。もうあれをね、大判のタオルで拭くような感じで、わっさわさいくわけですよ。もうわちゃ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 って感じです。もう指先とかもゴシ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 いくから、もう痛いのなんのってもうすごいんですよ。もうね、僕はね、右足をね、洗車機に突っ込んどるんじゃねえかっていうぐらいワシャワシャ洗ってくるわけですよ。痛いの痛いのもう。で、あまりにも痛いんで、もう痛いんで、もう自分で拭くんでもう大丈夫ですって言って、もうホットタオルこっちにね、もうもらいましたもん。もう自分でやりますって。で、まだ抜歯も終わってないしね、もうじんじん痛いし。で、あんなにね、荒っぽくね、幹部扱われるのって普通なのかなってね、逆にね、自分がおかしいのか、僕がおかしいんかなと思って。僕がね、痛がりすぎてなんかおかしいんかなと思ってね、もうね、とにかくほんと雑なね、看護師さんにね、当たっちゃったんですよ。もう痛すぎてね、冷や汗かきました。てかこれはね、普通のことなんですかね。で、もし視聴者さんの中で看護師さんとか、そういう医療関係で働いてみえる方がいたら、ちょっとね、正解が知りたいんです。この看護師さんの処置は、もう普通のことなのか、どうなんですかね。ちょっと教えてほしいですわ。すいません。ということで、ちょっと小話がね、僕の愚痴が長くなってしまって申し訳ないです。ではですね、早速、アンビエントライトについてですね、お伝えさせていただこうかなと思うんですが、前情報としましてですね、僕の車両はディーラーオプションのカップホルダーイルミネーションとドアポケットイルミネーション、この2つを装着してますので、通常よりもですね、より多くの箇所が光る状態となっています。購入検討していらっしゃる方はですね、そのあたりも踏まえながら見ていただけるといいのかなと思います。ではですね、早速夜間のアンビエントライトの状況を見ていただこうかなと思います。はい、こちらがですね、NX の夜間のアンビエントライトの状況になります。なるべくですね、暗い場所を選んで撮影はしているんですが、どうしてもね、スマホの撮影ですので、実際の見た時の光量と色合い、若干の違いがあるのはご理解お願いします。NX のアンビエントライトはですね、純正だとそこまで光量は強くないと思います。雰囲気的にはですね、アンドンみたいな光り方をしてるような感じですかね。個人的にはですね、赤とか、黄緑系の色の方が光がよくわかるのかなと感じました。で、NX はですね、結構光る箇所もオプションをつけると多いですので、夜のドライブは結構雰囲気いいと思います。で、この辺りはクラスポとかハリアーとかよりも、優れている点なのかなと思ってます。で、ディーラーオプションで追加したドリンクホルダー、あとドアポケットイルミネーションのこの金額2つ合わせて 82,720 円となっています。結構高額なオプションなんですけど、金額以上にですね、個人的には満足度も高いオプションだとも思ってますので、僕はつけてよかったかなと思ってます。欲を言えばですね、後石の足元にもアンビエントライトが一つずつつくともっと良かったのかなと思いますね。またですね、確か2023年、去年の3月以降の年次改良後の車両からは、アンビエントライトの光量がシフトレバーをですね、D レンジに入れても減光しないっていう仕様になっていると思いますので、走行中もですね、同じ光量なのはありがたいですね。で、初期型のモデルですね、それ以前のモデルに関しては、シフトレバーを D レンジに入れると足元の照明以外は自動で減光される仕様になっていると思いますので、もしですね、中古で購入を検討している方はですね、そのあたりも踏まえて検討されるといいのかなと思います。特にですね、僕みたいに光り物が大好きな方は、年次改良後の車両がおすすめとなっています。はい。ということでですね、今回はレクサス NX の夜間のアンビエントライトの雰囲気を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。あまりですね、綺麗に撮影できなくて申し訳なかったです。あとですね、僕の小話の方もちょっと時間がね、多く使ってしまって、あまり多くの情報をね、発信できなかったのはちょっと申し訳ないなと思うんですが、また今後ですね、NX のそういった情報とかですね、オーナーならではの情報、レクサスの良さ発信していければなと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタンで応援していただけると嬉しいです。
それではですね、今回はこの辺で失礼させていただきます。ではでは、さようなら。